皆さんこんにちは、藤本穂迫です。今日はレシーブの前回この高いとこをやったと思うんですけど、それをオーバーヘッドレシーブする練習をやっていきたいと思います。特に女子の選手はですね、この高いところ、ここでパワー出すのが非常に難しいので、よくこうやって強いドライブを打ったりとかすることが多いんですけど、僕らの世代、昭和世代の人は結構こういう打ち方、昔はねしてなかったので、ぜひねこれを覚えて、相手のスマッシュ、特にミックスなんかだったら男子のスマッシュをカウンターして決めたら相手もすごく嫌だと思うので、そういうのができるように今日はやっていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあオーバーヘッドレシーブの解説始めていきたいと思います。で、オーバーヘッドレシーブをするときに、まず、振り方なんですけど、自分の頭の上からラウンド側にかけては横に振っていく振り方で、振っていきます。で、このフォア側に来た球に関しては縦振りで振っていく。だからここが縦振りでそのまま横振りになっていくような感覚で取るイメージで、覚えておいてください。それと基本的に当て方はプッシュで解説したのと、近くなってくるんですけど、基本的に当て方2種類あります。横振りであれば、このラケットの面を下に向けた状態で上切りですね、上切りをしていくパターン、こういう風に当てていくパターンと、あとその逆、下を切っていくパターンがあるんですけど、基本的にはもう下で切っていくパターン、要は球がネットより少し沈んできてもしっかりこの下切りで返せるようにした方が多分返しやすくなります。ネットからちょっと低い位置を上から切って打つのは少し難しくなってくるので、基本的には全部下切りで打っていいんじゃないかなというふうに思います。下切りだとこういうイメージ、当て方ね、こういう当て方になってきます。はい。で、あとは、立ち位置、そしてこのプッシュと同じ感覚なんですけど、この上から飛んできた球に対して頭の上で取るっていうところの感覚ですね。それをたくさん練習して、ぜひね覚えてもらいたいなと思います。それでは実際に打ちながら、解説していきたいと思います。はい、じゃあ実際打ってやっていきたいと思いますが、もう一度おさらいしていきたいんですけど、打つ時のポイントを、大きく、3つ説明していきます。まずは当て方なんですけど、当て方はこのオーバーヘッド側に来た球と正面に来た球に関しては、下切りですね。さっき説明したこの下切りでこういう感覚で打っていきます。はい、でフォア側に来た球に関しては下切りができないので、フォアの打ち方になるんですけど、これフラットで打ってしまうと、バックアウトしてしまう可能性があるので、フォアも少し外に切りながら、これが正面だとするとこういう当て方になっていきます。面の方向にシャトルが飛んでいくので、面は前なんですけど、面を外に少し切ってカットをかけていくようなイメージでフォアは打っていきます。もしくは状況に応じては少しこういう切り方で打っていきます。だから基本的にはフラットで当てすぎない、浮いてたらフラットでもいいんですけど、相手の球が沈んできてる球に対してフラットで打つとやっぱバックアウトする可能性が高くなるので、この切って打つ、ね、横振りであればこの下切りで打つ、フォア側であれば横にして切っていくっていうことを意識して、当てていきます。で、あとは相手の打点を、見てください。例えば相手が高い打点から打ち下ろしてくるときは角度がつく可能性があるので、ネット前にいたとしても角度がついてきたらやっぱオーバーヘッドで取るのが難しくなってくるので、相手の打点が少し下がってきた時にこのややドライブ気味に来た球に対してオーバーヘッドで打つっていうことを意識して、できるようにしてください。なので相手の打点をねしっかり見極めるっていうところが2つ目です。で、3つ目は、今度自分の立ち位置になります。立ち位置が前の方であればこの多少打点が下がってきても頭の上で取りやすくなるんですけど、立ち位置が後ろにあるとやはり沈んできてしまった時にオーバーヘッドで打つのがねだんだん難しくなってきます。だから、だいたいこの前衛のあたり、もしくはこのサービスラインの位置ぐらいに構えて打っていくっていうことを意識してください。はい、この3つを、踏まえて、このオーバーヘッドの練習をしていきたいと思います。じゃあ行きたいと思います。
はい、じゃあ最初正面からラウンド側の球のこの横振りをやっていきたいと思います。お願いします。はい、でオーバーヘッドで打つときにですね、このまず準備ですね、球が来てからラケットを上げて振るんじゃなくて、もう相手がねこう低い位置からドライブで攻めてくるなとか、こうスマッシュがちょっと高くなりそうだなと思った時にはもう最初から準備しておいて、ラケットを引いた状態にしておきます。でその状態から、スマッシュが来て前に出すだけで当てるようなイメージでシャトルを打つようにしてください。球が来てからこう振り上げて打つだと多分、速いスマッシュになった時に間に合わなくなってくるので、その辺のタイミングの取り方っていうのがすごく大事になってきます。あとこのラウンド側に来た球に対してできれば体を少しこう反れるように反って耐えて打てるようにしてください。こういう風に打つ時もあるんですけど、こればっかりやると力が出しにくいです。こういう体がねこう反らないで体を前に倒して打つのも実際あるんですけど、そうなるとパワーが出しにくいのでつなぎの球になりやすいです。こうラウンドで入る感覚と同じようにしっかり体を反る感覚でキープできて、そこから強い球が振れれば強い球がいくので、その辺の入り方も意識してやってもらえればなと思います。ラスト。はい、じゃあ次今度、オーバーヘッドレシーブのフォア側行きたいと思います。ドライブに近い感覚なんですけど、ネットにだいぶ近い距離で打つのでバックアウトしないようにこの切るってことをしっかり意識して打っていきましょう。であとはですね、あんまりこう大きくスイングするんじゃなくて、どちらかというとここからこれぐらいこの無駄にこう振りすぎないようにして打ちたいタイミングのところで止めていく感じでいいと思います。切りながら打つ瞬間に少し止める感じで、あんまり極端に振り抜きすぎないようにこう止めて合わせてしっかりシャトルを打っていく感覚でやっていきたいと思います。じゃあ行きたいと思います。お願いします。
はい、で今ラウンドと、フォア側のオーバーヘッドのレシーブやったんですけど、じゃあどっちで最初構えればいいのって話があると思うんですが、相手から打った時に自分の立ち位置から見て一番近い距離のところをまず構えます。だから例えば私がコートに対して右側にロビング打ったら一番近い距離の位置っていうのはフォア側になるので、まずフォアで構えます。フォアで構えて一番最短な距離のところのまず、ところを構えて、そこを狙っていく。でそれがクロスに来たらそこからクロスに持っていきます。で逆に私から見て左側に上げて、自分の最短距離はラウンド側になるんであればラウンド側で先に準備しておいて、でそれがもしフォアになったんだったらそこからフォアに切り替えていきます。だからラウンドで構えてもフォアに切り替えるパターンもありますし、フォアで構えてもラウンドに切り替えていくパターンあります。それは相手のラケットも見ながら、今クロスになると思ったらすぐ切り替えていけるようにうまく対応してください。これがね遅れてしまうと、せっかくこう打つ練習ができても本番で相手のコースが読めないとなかなか触ることができないと思うので、しっかりねその相手の面も見ながら、最短距離でまず構えてそこから合わせていけるようにするっていう練習でやってみてください。シャトルがね少し飛ぶ時とかは下切りをして切ってもやっぱりバックアウトしてしまう時って結構あるんですね。でつい力んでこう強く打ちすぎてバックアウトしてしまう時もあるんですけど、そういう時はストレートじゃなくてクロスをちょっと狙うようにして、クロスだと距離があるので少し強く打ってもアウトはしにくくなります。なのでそういうストレートだけじゃなくてクロスにも打つ練習、フォアからも、ストレートだけじゃなくてクロスにも合わせられる練習っていうのもやってもらえると、飛ぶ時のシャトルの対応だったりとか、あとは自分の力がうまくコントロールできない時にクロス打っとけばとりあえずミスをしにくくなるっていうこともあるので、そのストレートとクロス両方できるようにしていきましょう。はい、使う場面としては一つのね一例としてちょっとやっていきたいと思います。まず後ろから相手がドロップストレートに打ってきました。でそれを私がハーフに低めのロビングを上げて、それを相手がさらにドライブを打ってくるようなシーンでクロスにこう狙っていく、そういうようなねシーンでこのオーバーヘッドレシーブをね使ってもらってもいいかなと思うので、ちょっと見てみてください。いきます。はい、今みたいな形でこうハーフに上げて相手の打点が下がってそれを攻めてくるところをオーバーヘッドでカウンターしていくような流れでやっていければいいなと思います。もう一回いきます。はい、こういうシーンでね、オーバーヘッドレシーブ、いきなり一発目から打つだけじゃなくて、そのラリー展開の中で相手の打点が下がって速い球が来そうだなという時にそういう準備をしてカウンター打てるようにぜひ練習してやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。オーバーヘッドレシーブっていうのは、プッシュに近いんですけど、下から来る球に対してのプッシュはね皆さんやってると思うんですけど、こう上から来た球に対してのこうレシーブ打っていくっていうのは多分普段やってないとなかなか打てないと思います。ぜひねこう基礎打ちの中でも相手のスマッシュをちょっとこうオーバーヘッド取る練習など入れてですね、コツコツ練習していけば、本番の試合でもスムーズに出せるんじゃないかなと思いますので、まずこの横振り、そしてこの縦に振る時のこう切りながら当てるっていうのをねぜひ練習して、できるようにしてください。また動画やっていきたいと思いますのでぜひ見てください。それではバイバイ。